こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい五島列島福江島の旅をお届けいたします。最近話題沸騰の長崎離島は美しい絶景はもちろん、グルメ最高の出会いに感動でした。大人の穴場旅行モデルコースを徹底紹介いたします。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。長崎県五島列島は人口約7万人、大小152の島々が存在します。その中でも上五島と下五島と分かれ、下五島の中心である福江島は人口約 3.3 万人、日本国内では11番目の面積で五島列島最大の島となっており、五島の政治、経済、文化、観光の中心地、美しい自然景観を誇る島でもあります。また江戸時代キリスト教を信仰していた人々は徳川幕府によって禁教とされた際、この五島を救いの地として求め、潜伏キリシタンとして集落を形成したため、数多くの教会があります。さあ到着しました。あれが福江港のターミナルですね。天気がねどうなるか分かんないんで、観光重視で行きたいと思います。さあ鬼岳というところにねやってまいりました。結構登っていく感じですね。いい風が、いやー、いきなりいいじゃないですか。五島列島自然が豊かでね残ってるんですよね。五島列島はね、自然海浜やね、崖とかね、火山の景観などね、複雑に変化に富んだ地形でね、ほぼ全域がね青海国立公園に指定されるなど豊かな自然景観を持ってるんですね。この福江島を全てこう見渡せるような、そんな場所ですね。鬼岳と周辺の火山ということでね、目の前にちょっとね曇ってるか分かりづらいんですけど、赤島とかね、臼岳とか御岳とか日の岳はすぐ見えますね。これですね、これが日の岳。そしてその横に笹岳っていうのがあるんですけど、あれか、隠れてるやつか、これですね。そして臼岳。臼岳はもうほとんど見えない、薄い臼岳だけに薄い。あの上までちょっと行きますか。あっち側もあるじゃないですか。なんかスイスでこういうとこ来たぞ。今日はこの辺にしときましょう。10分ぐらいですかね、登ってきたの。はい、というわけで戻ります。汗だくでさ。次のスポットはですね、鬼岳からちょっと降りてきたところにアブンゼ溶岩海岸案内図ということでね、とりあえず降りてみましょう。うわー、すごいジャングルやんこれ。こっちで合ってんのかな。お、すでになんかいる、生き物が。何あれ、やばいやばいやばい。人間が入ってはいけないところに踏み入れちゃったみたいな。案内してくれてるみたいな。こっちに来なさいよみたいな、こっちこっちみたいな。おお、さすがにビビられたか。展望台みたいな。アブンゼ溶岩海岸見えてますね。すごい上から見た方がすごいですね。溶岩がこうあるっていうのは分かりますね。こう水の中もすごい溶岩があるのがよく見えますね。アブンゼ溶岩海岸は鬼岳周辺から流出した溶岩流の上に約1万年前に海が進出してできましたということで、あ、なるほどな。もともとは鬼岳が噴火してその溶岩が流れてったと。でそこに海がこう水かさが増して海が進出したんですかね。あ、でさっき気がついたんですけど、あれか、超綺麗。あれ鬼岳か、綺麗。鬼岳っていうからなんかもううわーみたいなね感じの見た目かなと思ったら、めちゃくちゃ可愛いじゃないですかね。どこが鬼やねん。鬼の名前やけどめっちゃ可愛いみたいな。ビジターセンター行ってみますか。アブンゼですね。こういう油断したらすぐ読み方忘れるな。お寿司、今ここですね。さっきから見えてた可愛いのが鬼岳。大自然ですね。あ、これがドローンで撮ったらやっぱすごいな。土地の形成のこととか分断のこととか書いてますね。いろんなところから噴火が起こってるんですね。あ、もともと半島やったんや。
大陸へ向かう日本最後の場所。8世紀の唐は東アジアの中心でしたと。後藤は京都から唐への中継地点に位置するため、唐から持った遣唐使によって仏教など最新文化がもたらされたと。さあ次はね、もともと立ち寄るつもりはなかったんですけど見つけちゃいましたので行ってみます。天然記念物福江の大椿ということで、どれのことなんやろう。椿は常緑で潮風になどにも強いことから耕作地や住居の周囲に防風林として植え付けられていて、あ、これか。これが天然記念物。立派ですね。パワーもらっときましょう。はい。わあ、パワーいただきます。ありがとうございます。さあ、高浜海水浴場にやってまいりました。急にここに来たら人が賑わってますね。あ、すごいちゃんと整備されてる。あ、波もなんかこう穏やかな感じで泳ぎやすそうな海になってますね。ちゃんとこう監視員とかもいてね、ちゃんとこう見守られてますね。遠浅なんですね。結構歩いていってもずっと浅いですね。これだけ遠くまで浅かったら1歳ぐらいのね子供とかでも全然いいっすね。丘の上からね見下ろすとまた見え方変わってきますね。夕日もここ良さそうですね。環境省選定日本の海水浴場100選にも選ばれている日本屈指の海水浴場であると。天然の白銀色の砂浜、波打ち際より水色、青色、沖合では深い藍色のコントラストを見せる海、周りを取り囲む深い緑の原生林、さらには時間や雲の流れによっても景色が移り変わり、沖に浮かぶ佐賀島や水平線を夕日が真っ赤に染めて沈んでいくと。まさにね原生林が結構周りにあったりとか、波のね緩やかさだったりとか、そのグラデーションだったりとか、今日まだベストな状態じゃないと思うんですけど、そこにね乗ってるような色になったりするとめちゃくちゃ美しいですよね。ここまで環境整ってるっていうのも素晴らしいですね。さあ先ほどのね海水浴場の近くに魚卵観音っていうね観光スポットがあったのでちょっと行ってみたいと思います。多分ここのね上から先ほどの海水浴場を眺めるとねめちゃくちゃ絶景なはずなんで、あ、いますね。あっち向いてるんや。魚卵観音、素晴らしい。自由の女神に劣らない素晴らしい存在感。そしてその横です。先ほどの海水浴場を眺めることができます。めっちゃ綺麗じゃないですか。美しい。さあこの五島列島にはねキリシタンの教会がたくさんあるんですけども、この海津教会というのがありまして、ステンドグラスが美しい教会ということで1962年に増改築された。でもともとは大正13年に建った教会とのことですね。急にタイムスリップしたかのようなね感覚に陥ります。土足で入らないでくださいって書いてるな。開いているのにな。あ、横にスライドするタイプでした。あ、すごい空気感。ステンドグラスが美しいですね。このステンドグラスがね美しい。なんと五島列島福江島には温泉もあるんですね。なんと5時まででしたね。ちょうど今5時多分20分ぐらいで足入ってるかと思ったらもう抜かれた後でした。なんてこった。無念すぎる。さらに近くに温泉に入れるスポットもあるんですね。行ってみます。地域福祉センターというところで荒川温泉がありまして、ここで温泉入れるみたいなんですよ。めっちゃいいと思ったらですね、なんと水曜日は定休日でした。今日水曜日です。なんてこった。
五島列島はね、昔捕鯨が盛んだったんですよ。昭和30年からね昭和35年までの5年間、5社が競い合う五島沖捕鯨の漁業としてにぎわいをなんとか、捕獲頭数割り当て枠内での競争激化の影響もあって捕鯨頭数もだんだん減っていったんですね。で1960年をもって捕鯨に終止符を打ったと。でこれがねクジラの骨です。骨を飾ってるんですよ。次のスポット行くまでにねちょっと車走らせてたら、どうも気になるオブジェがいっぱいあったので、ここちょっと立ち寄ってみたいと思います。世界で1本だけの色鉛筆がめっちゃでかい。中村ミュージアム、いろいろなもの展示。ここから入ったらええんか。入ってみよう。おニャンコがいるいっぱい。昔のお金とかまである。1銭とか。猫の部屋や。ここめっちゃ警戒してるやん。いいですね。すごいタイムスリップしたみたいな感じ。時間の流れが止まったようなね感じします。やっとなんかこう島らしい感じがしてきましたね。意外とね五島列島、この福江島結構都会なんで、その島の中ではなんかあんまりね島らしさを感じられなかったんですけど、ここは間違いなく島っぽい。こういう空気大好きですね。はい、これは芋地浦教会ルルドというところですね。芋地浦教会は1897年に創建された五島で最初のレンガ建築による教会堂ということですね。あー美しいですね。レンガ造り。あ、開いてない。時間が決まってたようです。うわーなんか神聖な感じ。大瀬崎断崖、大瀬崎灯台ということでねやってまいりました。ここで夕日を見たいと思うんですけども、ここはね舞い上がれっていうドラマで有名な灯台があるらしくて、そこまで行くとなんか往復1時間ぐらいかかるんで、さすがにそこまではとは思ってるんですけど、それが眺められる場所から見ようかな。ここら辺まで行こうかな。さすがにねドラマのロケ地というかそこだけあって、やっぱ観光客いますね。おー絶景ですね。あの灯台ですね。すごいこう絶景のところをねこう行けるということで、あそこまでたどり着いたら感動でしょうね。先ほどのところからちょっと上がってきたところにやってまいりました。こっちの方がなんか灯台がね結構綺麗に見えるんですよ。夕日を抑えようと思ったらここは結構ありかもしれないですね。ちょっとここで待ってみますか。僕すごい大事だなと思うのが、この夕日を待つ時間ってめちゃくちゃ大事だと思ってて、皆さんこんな時間なかなか取らなくないですか普段ね。夕日ちょっと見に行こうよみたいな感じで日常に見に行ってる人ってかなり少ないと思うんですよ、ね、忙しくサラリーマンで働いてるとか主婦やってるとかね、学生さんだったりとか、なかなかそんな時間取れないですよ。いやいや夕日見に行ったけど結局夕日見れてへんやんってね言いたいかもしれません。でもねもちろん夕日を見れた方がいいですよ。見れた方が良かったって思いますけど、こう見れなかったとしてもこの夕日を待ってる時間、これめちゃくちゃ貴重ですよ。いろいろこう雲の動きを見たりね、普段雲の動きなんて見ないじゃないですか。でもこれよく見てくださいよ。この動画僕が喋ってる間でも雲めっちゃ動いてません？こんな雲の動き見てると、もしかしたらこの夕日が落ちるまでにこの雲がこう吹き飛んでしまって全部見えるようになるんじゃないかなみたいなことを考えたりとかね。めちゃくちゃくだらないですよ。めちゃくちゃくだらないことをこう考える時間って意外と人生でね大事だと思うんですよね。だからね、別にね結果はどっちでもいいんですよ。見れなくてもいい。でもその見ようとしたその見るまでこうじーっとこう待ってる時間、これやってみてください。すごいいい時間です。こんなものを眺められる
回数も数えてみると案外少ないかもしれないですよ、ね、1年に何回見れますか？毎日見るわけじゃないですからね。そんなことを考えながら見ていただけるとありがたいなと思います。というわけで撤収。今回利用させていただいたホテルはこんな感じです。簡単にだけ紹介させていただきますね。朝食シーンとかは撮影がダメということだったんで、部屋だけを撮影させていただきます。はい、ホテルからね歩いて飲みに行きたいと思うんですけど、で時間が今もう8時45分なんで結構遅めなんですよね。なので1軒ぐらいねちょっと見つけたいなと思うんですけどね。あと1時間で閉めるけどやってあげるっていうことで、この五島うまかつ Google 評価 4.2 のお店やってまいりました。五島列島のなんか地元の魚の握りを上でもらうことにしました。いただきます。どうしよう、うまい。これがハガツオ。すごいなんかとろけていく感じですね。元気になるな。イカうまい。五島麦の水割り頼みました。五島麦、焼酎です。すっきり。それではハガツオの天ぷらいただきます。ハガツオってめっちゃうまいですね。カツオのトロみたいな感じですね。でそれを柔らかくこう天ぷらにしてるんで本当にとろける。これが地物握りの上ですね。いや美味しいです。ハガツオ大将めちゃくちゃいい人。もう多分閉店時間なんですよ。ゆっくりしてていいよと。ありがたいですね。やっと島の人の優しさに触れましたね。今日ずっと観光行ってたからね、人と触れてなかった。やっぱこう島の良さをね語るのに人は欠かせないですね。間違いなくおすすめの店です。いやー五島の人最高やな。それとね本当に寿司とか天ぷらとか食べましたけど全部うまかったですね。あのクオリティであの値段みたいなお値段やったんで、ぜひね皆さんも行ってほしいです。おはようございます。今ね朝10時半ぐらいなんですよ。今日朝食も寝坊して逃してしまいました。で今日はですねちょっとだけ仕事してからランチですね、うどん食べに行きたいと思います。五島うどんですね。今日の夕方にレンタカー返す予定にしているので、レンタカー返して飲み歩きというか2軒3軒来たいなと思ってます。バラモン亭というねうどん屋さんに来ました。オープンしたばっかりに来ました。やべやべ、うどん完売したってなってるけど大丈夫なんかな。なんと今日うどんやってないってことで、しかもめっちゃ雨降ってる。製麺所にやってまいりました。これですね、地獄炊きうどんの3つの食べ方ということで、名古屋でいうとひつまぶしみたいな感じですね。これが地獄炊きですね。五島うどんっていうのはね、島の特産である食用椿油を塗布しながらね、棒状の生地を2本の端にかけて伸ばしていく作業を繰り返してね、紐状の細い麺にしていくんですね。でその過程でね、何度も熟成を重ねじっくりと乾燥させ、それによってね、コシが強く切れにくい五島うどん特有の麺に仕上がるということですね。
でこのね地獄炊きっていうのはどちらかというと上五島の代表的な郷土料理になるんですね。こっちは下五島になりますけど、まあでももはや五島列島の名物になってるんでしょうね。ちょっとまずはそのままねいただきます。細麺だけどなんかやっぱコシがすごくしっかりしてて切れにくい感じ。じゃあ次はあごだしでいただきます。めっちゃすっきりで美味しい。あっさりうまいっすね。こっちは卵のねまろやかさとめんつゆめっちゃ合うな。それとやっぱ五島うどんのコシの強さがねちょうどいい。これが一番うまいかも。これ五島うどんだからこう地獄炊きみたいにねずっとグツグツ煮てても麺が伸びないってことですね。五島がうまいという産直市場やってまいりました。五島椿茶、ざるうどん、手延べうどん、境界セット、かんころ餅。これ食べたいな。かんころ餅買いました。さらなるスイーツを求めて先ほどね五島がうまいの目の前にある五島というお店に来ました。これは行かなあかんやん。おお美味しそう。見てくださいこれ。こんな形になります。かなりこうやっぱ粘度が高いからこの形でいけるんですね。じゃあいただきますね。芋の存在感すげえ。五島のね豊かな土地で有機栽培で育てたさつまいもがこの五島芋なんですけど、さすが賞をもらってるね芋だけあります。めっちゃ甘いんですけど嫌な甘さじゃない、しつこくないんですよ。絶妙。これは食べた方がいい。ここで仕事します。はい、仕事はねちょっと一段落したんでここでランチも食べたいと思います。すごい美味しそうですね。いただきます。甘い感じ。この五島のやつですかね。はい、福江城をねちょっと見に行きたいと思いましたが、ここ福江城じゃなくて学校じゃないですか。はい、先ほどね学校からちょっと奥に行ったところに入り口になってました。石田城福江城跡ということでね、後藤氏は江戸初期これまでの居城であった江戸城を創設して以来久しく石田陣や石田城の前身で過ごしていた。幕末になり五島近海に外国船黒船ですねが出没し始めると五島藩は幕府に築城願いを出したが約半世紀の間築城許可を半世紀も下りなかった。しかし幕府はついに1849年海岸防衛を厳重にせよと築城許可を下したそうですね。ちょっと外のね城壁を見てみます。この城壁立派ですよね。石垣もすごいですね。この丸い石が結構特徴的だなと思うんですけど立派です。この門とかも立派ですね。ちゃんここ無形民族文化財。ちゃんここは福江に伝わる古い念仏踊りであると。語源はちゃんが何の音や何かの音、ここは太鼓を叩く音だろうと言われていると。これのお菓子もあるんですね、ちゃんここっていう。でこの城の中に中学校が入っていると。安心ですね。城に守られてる中学生、親からしても安心じゃないですか。何かあっても城に守られてるんですからね。さあ五島列島酒造にやってまいりました。酒造見学したいなと思います。ちょっと飲めないですけどね、酒の匂いがする。説明させてもらってまして、こちらの工場ではですね、芋と麦と椿3種類の焼酎をですね作らせてもらっております。一つのものをね作り上げるのにものすごい工程がかかってるっていうのと、人間ってやっぱすごいなと思いましたね。こんなん誰が思いついたんですか。長年にわたりこう積み重ねた結果なんでしょうね。こういうやつか。
次はカトリックミイラク教会にやってまいりました。これが陶器で描かれた大きなモザイク聖画ですね。このモザイク模様のね壁画が素晴らしく芸術的です。それではね、次はたまたま車を走らせてたら絶景見つけちゃったんで、こちらも見てください。なんかすごい、車で行けるんや。夕映えの道って書いてる長崎花。すごい、ここ夕日が映えるんでしょうね。しかも人もほとんどいないからめっちゃ穴場っぽい。来た、長崎花灯台ですね。これが長崎花灯台ですね。ケアンって言われるね、またはスケアミ。その起源が数万年と言われる原子療法の一つで、遠浅の海岸に石積みを築き、潮のなるほど、そういうこと。岩で囲んでるっていうことか。そうか。今はなんかこう波が高いんでね崩れてますけど、実際こんな風になってるんですね。ちょっと運転してるとねお腹が空いてきたんで、このかんころ餅いただきます。これも五島の芋で作られておりますね。芋のいい匂いする。弾力すごっ。紛れもなく餅やな。堂崎教会ですね。こっから堂崎教会に入れます。これもちょっと時間終わっちゃってるし、外側だけでもね映しておこうと思います。堂崎教会、明治6年にねキリシタン禁教の高札が下ろされ、信者たちは信仰の自由の日を迎えたということですね。それから4年後、後藤キリシタン復興の任を帯び、フランス人宣教婦フレノー・マルマン両神父が後藤を訪れた。キリシタン史上からも重要な位置を占める由緒ある教会ですということですね。さあ、それではね飲み歩き行きたいと思います。まずね、最初はですね五島牛、これ食べに行きたいと思います。五島牛のステーキですね。ここですね。せっかくグルメとかも来てるじゃないですか。数々の有名人が来てますね。今回ちょっと、ステーキ頼もうかなと思います。これは単品でねあるんで、これ単品頼もうかなと思います。そしたら一応五島牛と五島豚どっちも食べれるかなと。そうだった、お酒飲める。グラスワイン赤いとか。この五島牛っていうのはね、なんか佐賀牛とかいろいろあると思うんですけど、有名な牛がそれのもう原点になってるような牛ですね。数々の著名人の方も食べた五島牛でございます。じゃあいただきます。すげえ、これめちゃくちゃ脂が乗ってるのに、その脂がしんどくない。味もすっごいこうグッとくるのに後に引かない。これは贅沢やな。幸せがここ五島にもありましたね。この幸せを求めて各著名人もね来られてるし、毎日満席なの分かります。ビーフシチューの単品もこっそり頼んじゃいました。じゃあビーフシチューいただきます。これはとろけるな。何この奥深い味。これ頼んどいた方がいいっすよ。ロースステーキとこれどっち頼むかって迷うと思うんですけど、なんとか両方食べれるようにしてほしい。それぐらいの一品です。どっちも絶対味わった方がいいです。これこそビッグカツ。いただきます。すごい弾力があってめちゃくちゃジューシーで、でも嫌な脂が全く出てなくて、五島豚もうまい。ごちそうさまでした。はい、最後ねセルフサービスでコーヒーかコーヒーゼリーをもらえるんですよ。これも嬉しいですね。でシロップとかコーヒーフレッシュあるんですけど、僕はストレートでいきます。でもやっぱちょっとかけたくなる。まろやか。ちょっとこれもかけてみようか。
ちゃめちゃうまなるやん。今2軒目行きます。居酒屋モーリー、昨日も飲みましたけど、五島麦からスタートです。好きやな。万能兵庫にあるイカナゴの釘煮と同じ味付けですね。ちゃんこの炭揚げ、すごいですね。どんな味なんやろう。なんて言ったんやろこれ。優しい味。うまそうな刺身きました。とろけるな。新鮮やな。五島マジでうまいもの多いな。これはきびなごの天ぷらです。やっぱりこの地のものっていう感じの旨味出てますね。カンパチの子供の煮付けです。いや次僕ね五島来た時はもう全部グルメだけでもいいわ。このグルメだけずっとはしごしても満足いく、そんな島ですね。いやハガツオがねこの五島めちゃくちゃうまいなと思って、調べてみたんですけど、ハガツオってね、カツオと同じサバ科なんですけど、カツオにはない剣士のように鋭く尖った歯が特徴の魚だそうですね。大型の魚みたいですよ。刺身で食べるのが一番美味しいんですけど、やっぱ鮮度がめちゃくちゃ大事なんで、普通はなかなか食べられないんですよ。五島ではそれが取れるので食べれる。海鮮ってなんか東北とか北陸のイメージがあると思うんですけど、そっちはそっちでもちろんうまいんですよ。この長崎とか五島とかの魚っていうのはまたそっちでは食べられない魚を食べて、しかもめちゃくちゃうまいんで、もうグルメの方は絶対来といた方がいい。めっちゃうまいこれ。さあ福江港やってまいりました。ラグーンさん、こちらにお世話になって今日シュノーケルしたいと思います。さあ今日はこれで行きたいと思います。五島はね、泳いでよし、眺めてよし、潜るもよしということでね、日本の渚100選にも選ばれたね海水浴場がありまして、手つかずの自然が残るね絶景ビーチが点在する、そういった場所ですけども、ここのねシュノーケリングがどれぐらいなものなのか、いや本当に楽しみですね。なんという楽園。怪我なしで行きましょう。いやー五島の海にね初めて入りました。想像してたよりも相当綺麗でした。ここまで青々としてて透明度が高いとは全く予想してなかったので、もうテンションがめちゃくちゃ上がりますね。でちょうどこの間だけね晴れてくれたんで、もうキラ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 して、
こんな船の上でシャワー浴びたことないな。これで帰ります。一番前が気持ちいいようで一番前に来ました。ありがとうございました。はい、港の中にあるね、食堂で食べたいと思うんですけども、ちょっと今、一杯ですね、待ってます。はい、こんな感じのメニューになってますね。ちょっと、五島うどんのあごだしちゃんぽんっていうのをね、頼んでみました。あと、生ビールも頼んじゃいました。シュノーケリング、お疲れ様でした。シュノーケリングの後はやっぱいいな。めっちゃいい。はい、こんな感じになってますね。お、ちゃんここ。はい、はい。ありがとう、福江島。はい、それではね、先ほどお土産に買ったちゃんここを早速いただきたいと思います。あ、こんなきなこの餅どっかで食べたことあるような感じですが、いやー、五島列島福江島最高でしたね。はい、ついにですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞインスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。で、対戦したいなって言ったらもう一本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついております。除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。